実録超高ドキュメンタリー、源流イワナ漁第6源流、木の枝で釣りに挑戦編。普段は長い竿に短い糸を使った提灯釣りを楽しんでいるおじいさんですが、今日はおばあさんと山へゼンマイ取りに来ていました。太くて立派なゼンマイをたくさん取って、さあそろそろ山を降りようと思っていたその矢先に目に飛び込んできたのは、川でお腹を空かせてライズを繰り返す天然の大イワナでした。一度目にした獲物を逃すまいと狩猟本能に火をつけられたおじいさんは、木の枝を持って果敢にイワナに挑みます。仕掛けはどうされたんでしょうか。ひとまず今回もお手並み拝見させていただきましょう。そして僕はこんにちは、ドローン YouTuber の栗駒くんです。今回も魅力たっぷりの源流へ皆様をご案内いたします。東北の山あいの奥深く、人里離れたその場所に悠久の時を経て水に削られた岩肌むき出しの滝のような小沢がある。源流。数十年あるいは数百年前に降ったかもしれない雨水が長い年月を超えて岩肌から染み出てきた瞬間に出会えるこの場所に、虫やカエル、時には蛇をも捕食すると言われる幻の魚がいる。淡い斑点模様に黄金の色彩を放つ腹、天然のイワナ。塩焼きや燻製、骨だけに唐揚げ、保存状態を工夫すれば刺身も楽しめるこの魚を食すため、険しい山道も顧みずに挑む釣り、それが源流イワナ漁。2021年5月8日、ゼンマイ山で思わぬ獲物と遭遇です。カメラが近づいてもイワナは怯えることなくライズを繰り返しています。ところで、どうしておじいさんが木の枝で釣りをしようと思ったかというと、実は撮影スタッフが偶然予備の釣り道具を一通りバッグに備えていたことを思い出したからなんです。あとは餌だと、おじいさんとおばあさんは手分けをして釣りの餌となるミミズを探し始めました。おばあさんがミミズを見つけたようですよ。おじいさんもちょうどいい木の枝を見つけました。あの木の枝はわからない。慎重にミミズを針に仕掛けます。そんなおじいさんとおばあさんを尻目に、イワナは絶えずライズを繰り返しています。まさかおじいさんに自分が狙われていようとは知る由もありません。仕掛けはハリスを2本つなげて70センチほどにしました。矢羽とハリスのみで重りはつけていません。重たく取り扱いの難しい木の枝ですが、おじいさんが慎重にイワナと距離を縮めます。さあ、イワナは釣れるでしょうか。ところがイワナはおじいさんの姿に警戒したのか、姿が見えなくなりました。おじいさんは木の枝が届く範囲で少しずつポイントをずらしてイワナの居場所を探ります。いました。先ほどの場所に戻っていました。絶えずライズを繰り返して水面に注意を向けているイワナに合わせて、ミミズを水面スレスレでちょんちょんとアピールを繰り返します。ところがイワナはなかなか食いついてくれません。ミミズに違和感を覚えているのか、それともおじいさんの姿に警戒しているのか、見えるイワナを釣るのは難しく、おじいさんも苦戦しています。
タケノコ入れて。イワナは相変わらずミミズ以外に反応しています。ミミズあれば釣れるんだ。水はついてんねん。お、イワナがついにミミズを気にし始めました。明らかにミミズに反応した動きをしています。急激な状況の変化におじいさんの枝を持つ手にも緊張が走ります。そしてその瞬間、釣れました。おじいさんが釣ったイワナに駆け寄ります。ブリブリに太った大きな天然イワナです。サイズは26センチほどでしょうか。やりました。それではスローモーションでもう一度。狙いを定め意を決したイワナが水の外に身を乗り出しながらもミミズに食らいつく姿がしっかりと映っています。また先ほどのイワナでポーズを取るおじいさんの笑顔も素敵でしたが、イワナを釣り上げた瞬間のおじいさんの自慢げなこの顔もまるで少年のようではありませんか。弱い77歳、童心に帰った瞬間でしょうか。イワナが釣れた後もおじいさんはしばらく木の枝を離そうとしませんでした。おばあさんはそんなおじいさんをずっと後ろから見守っていました。そうそう、今日はゼンマイ採りが目的でした。ゼンマイ採りはお家に帰ってからがさあ大変。おじいさんとおばあさんは手分けをして作業に取り掛かります。大量のゼンマイの綿を取るだけでも日が暮れてしまいそうです。おばあさんは大きな鍋でゼンマイを茹でます。とても1回では茹できれません。何度も何度も作業は夜中まで続きます。茹でたゼンマイは天日干しをして乾燥させ保存食にしますが、ゼンマイのお話は今回は報告しきれませんね。博士、源流イワナ漁は田舎の魅力を配信するチャンネルですから、日本の田舎のさまざまな文化を世界中に配信していきましょう。田舎の魅力を配信チャンネル源流イワナ漁、よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。